ロキが黒い巨竜に変身。ルフィが再びギア5を発動。皆さんこんにちは、私はシレンナです。長い1週間がようやく終わり、ワンピース第1174話速報が公開されました。タイトルは世界最強の存在です。一見するとタイトルはロキを指しているように見えますが、リーカーによると別の深い意味が含まれているそうです。漫画本編の内容を楽しみに待ちましょう。扉へリクエストはティラノサウルスと食事をするロジャーです。今回の物語は前回の続きから始まります。人質に取られた子供たちは足を止めることができず、ゆっくりと港の端、船体の損壊によってできた海運の穴へと近づいていきます。ソマーズ星はこのガキ友が死んでも構わん、後でまた別の巨人族の子供を誘拐すればいいと言い放ちました。本当に人間のクズです。リプリーや他の子供たちの親たちは前進を止めようとしましたが、無力であることに気づかされます。最終的に親たちは我が子を抱きしめ、共に落ちることを選びました。衝撃的かつ悲壮なシーンです。その絶体絶命の瞬間、ロキが登場。ロキが突如現れ、彼らを救出しました。彼は驚異的な体躯を持つ黒い巨竜へと変身し、空中で全員を受け止めたのです。ただし、ロキの悪魔の実の名前は本話では公表されていません。私の以前の予想がついに今日、的中しました。リーカーが以前公開したヒント画像によると、変身後のロキの姿はフェアリテールの黒竜アクノロギアに似ており、モデルはおそらく北欧神話の黒竜ニーズヘックを参考にしていると思われます。小田栄一郎先生のデザインを見るのが非常に楽しみです。本話のラストでは竜形態のロキ、ギア5で巨人化したルフィ、そしてロキの頭に乗ったリス形態のテトライが一堂に登場し、あの悪夢のような怪物たちを迎え撃つ準備を整えました。リーカーの補足情報によると、竜形態のロキの体格は相当巨大だそうです。巨人化したルフィが彼の頭上にいるサイズ感は、なんとルフィが竜形態の光月桃の序の頭上に立っていた時とほぼ同じくらいに見えるとのこと。つまり、黒竜ロキの頭上では、ルフィでさえも依然として小さく見えるということです。本当に規格外のスケールですね。ゾロは魚忍島編で大入道和田摘を相手にした際、六道の辻という技を使用したことがある。この偽名は京都市東山区に実在する観光名所六道珍王寺に由来する。この寺は平安時代に建立され、本尊は薬師如来、開基は山城短海と伝えられており、古代の創創地である六道の辻にあることで知られている。六道の辻とは現世と冥界の境界、すなわち冥界への入り口を指す。第1173話ではドリーとブロギーが空中にいるゾロに向けて攻撃を仕掛けたが、ゾロは反動を利用して巧みに回避した。その後2人の巨人の攻撃は互いに命中しただけでなく、互いの盾をも切り裂いた。この構図はかつてのリトルガーデン編と全く同じである。場面はブルックに移り、彼は這いつくばるような姿勢で軍子の前に現れた。漫画の原文にある双極の瞳の双極とは陰陽の両極を意味する。このキャラクターの両目の特徴からもそれが裏付けられる。左右の瞳孔は色が反転しており、片方は黒い輪に白い中心、もう片方は白い輪に黒い中心で対極図と酷似しており、陰と陽を象徴している。この双極の概念は作品全体を貫いている。ベガパンクはかつて巨大な戦争に絶対的な善悪はなく、本質的には2つの異なる思想が衝突したに過ぎないと指摘した。この対立はバギーとシャンクスの間にも早くから現れており、2人はかつて南極と北極のどちらが寒いかで絶えず論争していたが、これこそが両極の概念の具現化である。同様にルフィと黒ひげはそれぞれ白と黒を代表しており、2人の正反対の味覚もまた古代における2つの対立する思想の衝突を暗に示唆している。さらに作中には白黒の逆転という設定があふれている。例えばイムは悪魔のように振る舞いながら神の地位にあり、一方で D の一族はイムに反抗したというだけで神の天敵へと追いやられ、世間からは悪魔視されている。物語には善悪が逆転する描写も多く存在する。表面上は偽善者でありながら実は邪悪なもの、逆に世間から忌み嫌われる悪人が実は大義を抱いているものなどがそれだ。以上のことからワンピースの世界観には豊富な両極の反転と白黒の逆転の要素が含まれており、作者である小田栄一郎が連載初期から引用と両極の概念を物語の根幹をなす伏線として組み込んでいたことがわかる。
イムに乗っ取られる前後で軍子の目の特徴は全く異なっている。状態の軍子は陰陽のオッドアイを持っているが、イムに身体を支配された後、その特徴は消え、両目はイムと同じ多重の同心円状の模様へと変化した。ソマーズ星はゲームがあまりに簡単すぎると調子に乗り始め、イムとキリンガム星に自ら電話をかけ、すぐにクリアできると豪語した。一般的に戦いがまだ終わっていない段階で早々に祝杯を挙げることは、その後の敗北を予兆するものである。このようなおごれるものは久しからずの法則は作中でたびたび見られ、ソマーズ星の今の得意満面な態度は、まさに彼が間もなく挫折に遭遇することを暗示している。巨人族の技の命名法則については以下のようにまとめられる。1人で放つ技は異国、2人の合体技は破国、そして3人の連携技は合国へと昇格する。理論上は合体技に参加する人数が多いほど技の威力は強くなるはずであり、すなわち合国は破国を上回り、さらに破国は異国を上回るということになる。しかし、シャーロット・リンリン1人の実力が巨人2人分に匹敵し、ドリーとブロギー2人の力が巨人3人分に対抗しうることを考慮すると、実際の描写においてこれら3つの技の破壊力はほぼ同等かもしれない。だが、偽名が国から海に変わると、その次元は質的な変化を遂げる。ワノ国編でカイドウとビッグマムガテを組んで放った破壊は、巨人の合体技を明らかに凌駕する威力を持っていた。これは設定上、海の字を冠する技の核が国の字を冠する技よりも高いことを示唆している。世界観において島の規模はどうあがいても海とは比較にならないからだ。さらに、イムの好みについても注目すべき点がある。ビビといわゆる首里姫は共に青髪であり、王女の身分を持っている。このことから、イムは青髪の姫という特徴に特別な執着を持っているのではないかと推測される。首里姫はゴッドバレー事件当時、単なる神の騎士団の一員に過ぎなかったが、五老星と同等の不老の契約を結ぶことができた。この特別待遇はガーリング星の嫉妬さえ引き起こした。イムの部屋にネフェルタリ・リリの肖像画が飾られており、その子孫であるビビが青髪を受け継いでいることを鑑みると、首里姫の青髪もまたネフェルタリ家と何らかの因縁があるのかもしれない。イムの契約の実質は分霊箱のようなものであり、彼女を倒す真の方法は、まずこれらの分散した分霊箱を破壊することにあるかもしれない。昨年11月26日の第1165話の詳細と伏線に関する分析で、私はイムが発動するドミリバーシに必要な代償とその能力の本質を解析しようと試み、分霊箱の仮説を提唱した。まず、イムがドミリバーシを発動するには寿命を代償にする必要がある。これは彼女がブロギーを点火した際、セリフによって直接証明されている。これはドフラミンゴがなぜ永遠の命を得るためにオペオペの実を手に入れようとしたかにも対応している。もし寿命を通貨とみなすなら、それは天龍人の国宝と取引するための必要条件となる。簡単に言えば、より多くの寿命を得られる者が国宝を起動し、求める力を得られるのだ。ドフラミンゴがあえてこの国宝を企てたことは、彼が完全にイムに支配されていないことを側面から説明しており、イムの権威浜田揺らぎ、破壊される可能性があることを示している。言い換えれば、イムを万人とみなす方が適切かもしれない。彼女は巨大で未知なる力を守っており、その溢れ出るわずかな余波だけで巨大な組織を築き上げ、800年にわたり世界を支配し続けるのに十分だった。しかしイムの存在自体は公明正大ではなく、ひとたび世間の目にさらされれば他者からの権力への挑戦に直面する可能性がある。そのため彼女は偽善的に平和を象徴する巨の玉座を設け、世間には世界の王は存在しないと宣伝する一方で、五老星を通じて世界の実権を握っている。そして五老星は心身界契約を通じて永遠の命、不死、そして強大な力を得ているが、完全にイムの操り人形となり、固く結びつけられている。イムは自身のすべての秘密を隠すために、緻密な組織構造を苦心して作り上げた。彼女は1000年来初めて国宝と取引した人物かもしれないが、同様に巨大な代償を支払う必要がある。その肉体は寿命の絶え間ない消耗に伴い徐々に崩壊し、一定期間ごとに交換する必要がある。そして彼女に選ばれたターゲットは人間の王国の王女である疑いがある。前回は軍子であり、今回はビビだ。
これにより、なぜイムが常に遠隔方式で契約者の肉体を乗っ取ることができるのかも説明できる。彼女は自分の魂を直接転送し、制御権を握ることができるのだ。しかし、戦闘で負傷した場合、死ぬことはないが、大量の寿命を消耗し、肉体の崩壊を加速させる。だからこそ、ゴッドバレー事件終了後、イムはマリージョアに直接転送して戻ることができず、サターン星の肉体を借り続けざるを得なかったのだ。おそらく以前に6人の頂点に立つ強者たちの覇王色の衝撃を受け、さらにロックスに対してドミリバーシを発動したため、短時間での消耗が激しすぎ、イムは一つの肉体を直接失い、魂が回帰できなくなったのだろう。新しい肉体を見つけるまで一時的にサターン星の肉体を使うしかなかったのだ。そして最新の第1171話では、ハラルドの死もイムに同様の反動による悪影響を与えた。イムは息を切らし、それによって恐怖を抱き、短時間は神の騎士団を再びエルバフへ派遣する勇気がなかった。これはイム本体が傷つくだけでなく、深海契約を結んだ者が倒されても、イムは相応のダメージを受けることを示している。したがって、真にイムを倒すには、彼女と口頭契約を結んだ13人を全て倒さなければならないのかもしれない。そうでなければ、イムは魂の転移によって絶えず転生し、寿命と引き換えにさらなる力を得て、最終的に消耗戦へと発展してしまう。たとえ能力がどれほど強いものでも、このような持久戦に引きずり込まれれば敗北する。これはまさに、ワンピース流の団体戦デザインに合致する。イムの障壁となっている上位幹部たちを一人ずつ倒し、最終的にボスと対峙する必要があるのだ。ただ、この劇中の団体戦のレベルは極めて高くなるだろう。なぜなら神の騎士団と交戦するための入場券は、すでに覇王色をまとうことだからだ。イムの13人の幹部は、13人の覇王色を持つ強者に対応している。どんな人物がいるか、みんなで想像してみてほしい。イムは常にその能力を深淵と呼んでいるが、真に深淵に由来する魔王が存在する可能性はないだろうか。ゴッドバレーのような人間狩り大会は、実のところ3年に一度行われる魔王への生贄を捧げる大規模な儀式なのかもしれない。彼らは多くの命を供物として魔王に捧げ、毎回一人の五老星がこの儀式を監督する。いわゆる参加者は実質的に虐殺の派の役割を果たしている。イムはおそらく真の最終的な悪役ではなく、悪役が登場する前の一見兄弟に見える代弁者に過ぎないのかもしれない。まるでうちはマダラが後にかぐやに心臓を貫かれたように。いわゆる天龍人の国宝は、長い間イムの力と普及への渇望を満たすための餌として、この種の取引を利用して生類の寿命を収穫し続け、最終的にイムはこれらの寿命を借りて完全体としての復活を遂げるつもりなのだろう。言い換えれば、壁画の巨大な怪物はイムではなく、天龍人の国宝の中に潜む真の危機なのかもしれない。第一の世界ではそれはニカに敗れ、第二の世界ではジョイボーイに重創を負わされたが、それは真に死んだことはなく、神が人間界に残した造物を装って、いわゆる世界の王の背後に潜伏し、寿命を蓄え復活の気を待っているのだ。そしてこの真の魔王はおそらく3つの部分から構成されており、それに対抗できるのがまさに三大古代兵器だ。これほど強大な存在は一般人が挑戦できるものではない。そのため、ロックスはイムの秘密の一部を知っていたとしても、軽率に手を出すことはできず、力を蓄え、2つの重要な悪魔の実を探すことを選んだのだ。では、ロックスの意志を継いだティーチは、今回どのように動くのか？ロキの実の能力には、どのような秘密が隠されているのか？以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。もし、ワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。